今回紹介する車はこれだぜ。三輪車だと？これって、某コメディでいじめられるあのかわいそうな車？いや、こいつは B と言って、日本のダイハツの車だぜ。まさかのダイハツ？商用車メーカーから脱却しようと、ダイハツが本気で作った正真正銘の乗用車なんだ。乗用車なのに三輪？何か深い理由でもあるのかしら？ということで、この回では幻の三輪乗用車、ダイハツ D を解説していくぜ。最後まで見ていってくれよな。はい、よろしくお願いします。このチャンネルでは、世間からはあまり注目されない、マニアックな車を中心に紹介していこうと思うんだ。ぜひチャンネル登録、よろしくお願いします。まずはダイハツの歴史について、軽く触れておこうか。知ってるようで、意外と知らないわ。ダイハツって言うと、軽自動車のイメージが強いだろ？でも元々は発動機、いわゆるエンジンを専門としたメーカーだったんだ。そうなんだ。ホンダとかと同じってことね。ちなみに、ダイハツは、日本最古の自動車メーカーだったりするぜ。全然知らなかったわ。ダイハツさんっていう、創業者の名前なのかしら？いや、違うな。大阪の第二、発動機の発で、ダイハツなんだ。昔のエンブレムには、大阪城のイラストが使われていたんだぜ。社名の由来と発想が、ド直球だわ。創業は1907年で、内燃機関の国産化や、技術の向上に力を入れてきたんだ。そして1930年に、自社エンジンを積んだ三輪自動車、HA 型ダイハツ号で、ついに自動車産業に参入するのさ。これって車って呼べるの？バイクに荷台をくっつけただけでは？ああ、初期の三輪車は完全にバイクの延長だったぜ。棒ハンドルにチェーンドライブ、フレームもパイプ製だったしな。もちろん交代ギアなんてなかったし、駆動輪は右後ろの一輪だけだったんだ。でも1930年代に入ると、一気に進化して、バイクとは別物の、立派な商用車に生まれ変わっていったのさ。ダイハツも、そこに目をつけたってわけだな。そっか、オートバイの部品を使ってでも、輸送需要に応えなきゃいけなかったのね。でも戦後になると、民主転換の流れで、航空機メーカーが続々と三輪車業界に参入してきたんだ。航空機メーカーは、自前の高度な技術を武器に、ありとあらゆる先進技術を持ち込んできたのさ。オート三輪市場が活性化してくると、各社は競争を避けて、ニッチな市場を探すんだ。そこでダイハツは、当時はまだまだ未開拓だった乗用車市場に、進出しようとしたってわけさ。一歩も二歩も先を見越していたってわけね。やるじゃん、ダイハツ。でも、いきなり乗用車製造って、簡単にできるものなのかしら？いきなり手探りで四輪車を開発するのは難しいから、三輪車のノウハウを活かそうと考えたんだ。なるほど。それなら部品も流用できるし、コスパ的にも有利だもんね。それがな、この B は完全独自設計の乗用車専用モデルだったのさ。シャシーもエンジンも内装も、全部、B のためだけに作ったんだぜ。すごい。でもそんなにこだわって作ってたら、車体価格が跳ね上がっちゃうわよね。復興期の中で、そんな車が売れるのかしら？もちろん、そこはちゃんと考えているぜ。実は当時の乗用車市場ってのはな、半分以上がタクシー向けだったのさ。つまりタクシーが半分以上？それじゃあ街中タクシーだらけだったってこと？ああ、バスやトラックに、タクシーなんかの自用用車が中心の時代だったんだ。ってことは、自家用車なんて、庶民には夢のまた夢だったのね。自家用車として、ましてや個人で車を乗ろうとする人なんてほんの一部だったし、登録台数も限られていたんだ。ちなみに今もその名残で、自用用ナンバーのひらがなは、あから始まっていたりするぜ。つまり、B はタクシー利用を想定して、快適な乗用車を目指して設計されたのさ。3人以上の乗車を想定して、乗り降りしやすい低床ボディを採用し、同時に広いキャビンスペースを確保したんだ。しかもエンジンは振動を抑えて、長距離運転でも疲れにくいものが考えられていたのさ。乗り心地を優先的に考えた車って、当時じゃすごく革新的だったのね。B は戦後の日本にとって、新しい乗用車像を示した一台ってところだな。そして1951年、B の発売が始まったんだ。戦後からたったの6年って考えるとすごいよな。ほんとすごいわ。よくそんな時代に、こんな車を作れたわね。ボディサイズは、全長 3950mm に、全幅 1480mm、全高は 1440mm と、そこそこの大きさだったぜ。そして最大の特徴はやっぱり、前一輪、後ろ二輪の三輪レイアウトを採用してるところさ。前回の富士キャビンとは、逆のレイアウトってことになるのかしら？まあでも、こんな前例のないことを、よくやってのけたわね。いや、実は全くの前例なしってわけではなかったのさ。見た目や着装自体は、1947年にアメリカで登場した、デイビス・ディバンに影響を受けたとも言われてるんだ。なんだ、ちゃんとしたお手本があったのね。
まあ、参考にはしたかもしれないけど、決してコピーしたわけじゃないんだぜ。実際のところ、デイビスは有用品の寄せ集めで、どちらかというと試作車に近い存在だったんだ。一方の B は量産前提の専用設計で、走行性能も品質も、ずっと本格派だったのさ。こんな時代からすでに、日本製の実力を、見せつけてたってわけね。エンジンは、リアに積んだ、540cc と 804cc の2種類の空冷水平対向2気筒で、それぞれの最高出力は 13.5 馬力と18馬力だったぜ。RR 方式だとドライブシャフトが不要だから、室内も広くなるし、遮音性も高かったのさ。でも時代が進むにつれて、冷却性や操縦性に優れた、FF 方式が主流になっていくけどな。覚えてるわ。タッカーの回でも同じような話があったわね。ああ、そして足回りも注目で、後輪はなんと独立懸架のダブルウィッシュボーン式だったのさ。これは当時としては画期的で、水平対向エンジンと相まって、かなり乗り心地に貢献していたはずだぜ。中身はかなりガチだったのね。外見だって抜かりないんだぜ。ボンネットには堂々と風切りマスコットがついていて、存在感バッチリだったし。当時の三輪車がほとんど一灯式のヘッドライトなのに対して、B は二灯式を採用してるって点も見逃せないんだ。これはもう、ダイハツが相当な気合で、細部にまでこだわって作り込んだ証だぜ。ダイハツも思い入れが強かったのね。復興期の中で、明日に向かって突き進めって情熱が見て取れるわ。さて、B の販売面についてだけどな。まあ要するに、散々な結果だったんだ。あらら、どうしてダメだったのかしら？まずリアのダブルウィッシュボーン式のサスペンション、これが完全に時代と合ってなかったんだ。当時の日本は、舗装された道路が全国でたったの 5% 程度で、残りの 95% は砂利か土だったのさ。デコボコやわだちだらけの道だとさすがストロークしすぎて、シャフトがもげてしまう事案が多発したのさ。確か、コニーグッピーの回でも同じようなことを言っていたような。ああ、特にタクシー用途だとフル積載になるからな。そりゃ故障が多発しただろうぜ。乗ってる最中にシャフトがもげるって、ちょっと想像したくないわね。あと、いくら法人向けとはいえ、やっぱり価格が高すぎたんだ。当時の大卒初任給が5500円の時代に、B の車両価格は55万円だったんだ。これはつまり月給の100倍で、今で言うと軽く2000万円相当って感じだな。家より高いってわけね。それに当時は慢性的な物資不足で、タイヤもまともに供給されないし、ガソリンも配給制が明けたばかりだったんだ。車自体のハードルが高い上に壊れやすいとなれば、無理してでも買おうだなんて思われるはずがないよな。さらに、整備性が悪かったのも大きなマイナスだったのさ。当時は、RR 方式に慣れてる整備士も少なかったんだ。ビートルもルノーも、日本の土を踏む前夜のことだからな。せっかくの新技術も、扱える人がいなきゃダメってことね。しかもボディ構造も木骨フレームっていう、戦前のコーチビルドみたいな製造方法だったのも問題だ。そもそも量産に向かないし、製造コストも高かったし、加えて部品の精度や組み付け技術にも課題があったのさ。そして最後に、販売戦略と販売網も大きな問題だったんだ。当時のダイハツはまだ三輪車メーカーのイメージが強くてな。四輪乗用車を販売する土壌が整ってなかったんだ。買ってくれる人もいなければ、売ってくれる人もいなかったのね。志だけじゃ、うまくいかないってことか。せっかくの意欲作だったけどな。時代も環境も、まだまだ準備不足だったんだ。結果として、翌年の1952年には生産終了、生産台数もわずか300台ほどだ。まさに幻の三輪乗用車と呼ばれるにふさわしい存在だったのさ。車ニアック。ところで例のコーナーだけど、もはや残存車はあるのかしら？ああ、ちゃんと残ってるぜ。でも現存が確認されてるのはたったの3台だけどな。300台作って3台か。生存率 1% ってことね。そのうち実動可能なのは1台だけみたいだな。まあでも、よく生き残ってくれたものだぜ。残っているだけありがたいことよね。ちなみにいつでも見れたりはするのかしら？ああ、ダイハツが所有している1台は、大阪の本社敷地内にある資料展示館で見ることができるぜ。ここは B 以外にも数々の名車が揃っているから、見応えたっぷりの資料館だぜ。行ってみたい。見れるだけでも貴重だもんね。ただし、展示は入れ替わることもあるみたいだから、事前に要確認ってとこだな。残りの2台はどうかしら？片方は個人所有で、唯一の動態保存車さ。なんと公道走行も可能なんだぜ。すごすぎるわ。令和の公道を B が走るなんて。もう片方はその昔、ダイハツが保有してたと思わしき個体で、福山市の博物館によって綺麗にレストアされてるぜ。青森県で発見された時は、ボディがほとんど朽ち果てていて、見るも無残な姿だったんだけど、ボディワークを一部作り直したりして、見事に復活を遂げたみたいだぜ。素晴らしい話だわ。そういう努力があるからこそ、貴重な資産が次の世代に受け継がれていくのよね。
でもメーカーが所有してた車が、なんで青森県で朽ち果てていたんだろうね。日本全国を巡る宣伝ツアーの後に、現地で置き去りにされたという噂もあるみたいだけど。詳しいことは全くもって不明さ。そういう部分も含めてロマンってことだな。じゃあ今後発見される可能性もあるってことかしら？ああ、もちろんだ。もしかしたら、今もどこかで見つかるのを、静かに待っているかもしれないぜ。まさに、夢とロマンの詰まった話ね。結局、B は時代を先取りしすぎちゃった車だったのね。ああ、いくらクオリティが高くても、市場の準備が整ってなきゃ意味がなかったのさ。車としては素晴らしくても、それを受け入れる社会の器がなかったのね。でも失敗だったとはいえ、B の存在は無駄じゃなかったと思うぜ。この挑戦があったからこそ、ダイハツは次のステップに進めたんだろうしな。その後ダイハツは、ちゃんと持ち直したってことよね。ああ、B で得た教訓を生かして、より現実的な戦略にシフトしていくんだ。1957年には、軽三輪のミゼットが大ヒットして、庶民の足として一世を風靡することになるぜ。あ、ミゼットは知ってるわ。あの三輪トラックの可愛いやつよね。ああ、B で得た技術や設計思想も、しっかり活かされていたはずだぜ。つまり B は、ダイハツにとって失敗作なんかじゃなくて、次への橋渡しだったってことさ。たとえ売れなくても、そのチャレンジが未来を作ったってことね。そうだな、B は日本のモータリゼーションに、小さくも確かな足跡を残した一台だったんだ。車の歴史っていうのは、こういう情熱の積み重ねでできてるんでしょうね。ということで、今回は、ダイハツ B について解説してみたぜ。最後まで見てくれてありがとうな。この動画が面白いと思っていただけたら、ぜひ高評価と、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。ではでは。